こんにちは。ラウジャシンガーソングライター小南千秋です。今日はいつも愛用しているアポロツインと LX49 プラスを使って私のオリジナル曲ネバーエンディングストーリーのレコーディングと打ち込みの再現をしてみたいと思います。ではまずはリズムの打ち込みから始めたいと思います。普段も曲を作るときはリズムから打っていくことが多いんですけど、LX49 はパッドがご覧のように8個ついているので、ここで叩きながらミディを打ち込んでみたいと思います。ここの手元のボタンでレコーディングのスタートとかストップもできるので、ここでクリックをオンにして早速キックから打ち込んでみます。この曲は4つ打ちの曲なのでクリックに合わせて叩いてみます。こんな感じで。で、クオンタイズをかけて、あと長さもいつもこれで合わせちゃいます。32。これで4つ打ちがキックの4つ打ちが打てました。ここにスネアを2拍目と4拍目に重ねていきます。こんな感じ。これもクオンタイズをかけちゃいます。ずれちゃった。これも長さを揃えます。これで基本的なキックとスネアの4つ打ちができました。これをコピペします。こんな感じで基本のリズムを打ち込みます。そんな感じで、キックとスネアの上にハイハット、クラップ、シンバルなど、リズムを重ねたのがこんな感じになりました。クラップとかはオーディオで貼ってあります。これでキックからちょっと音を作っていきます。素の音だとこんな感じでもうちょっとローが出てほしいなと思うので、この2分の1073を使って少し上げてます。ゲインも少し上げて、こんな感じでオンオフするとこのキックに芯ができて強い音になったかなと思います。あとスネアなんですけど、スだとこんな音なので、これは少し EQ で上げて、あとコンプ1176かけるんですけど、これでプリセットを使いました。なんかかっこよくならないかなと思って、いろんなプリセットを鳴らしてみて、グレイシースネアというプリセットにしました。
こんな感じで一つずつ音を作って、あと全体のリズムをバスチャンネルにまとめて、ここにそのままで聞くとこういった感じなんですけど、ここにフェアチャイルドをかけます。これも結構ノブがたくさんあってどこからいじったらいいか分かんないので、私はプリセットをよく使ってます。こんな感じで再生をしながらポチポチ一つずつ試していって、今のこれがよかった。この SL ドラムループキックプッシャー、これがなんか全体がまとまってパンチが出てかっこいいなと思ったので、これを挿しました。あとこの LX49 がここにミキサーが8個、あとマスターついて9本ついているので、これがこんな感じで一つ一つフェーダーがリンクしているので、これを使って全体のバランスを取ります。感覚的に取れるのですごくいつも使ってます。こんな感じでリズムトラックの完成です。リズムトラックができたので、ここでピアノをその上に重ねてレコーディングしてみようと思います。はい、取れました。これにコンタイズをかけちゃいます。こうやって再生してみよう。あ、ずれちゃったので直します。どれだ。これですかね。はい、ということで打ち込めたので、今回はスタジオ1に内蔵されている音源を使ったので、もともとこうエフェクトとかがかかってるんですけど、ちょっとここに UAD のプラグインを足してみようかなと思います。全体とリズムと合わせて聴いてみて、結構さらっとした音なので、ここにじゃあテープシミュレーターを試しに挿してみようと思います。ちょっとあったかい感じになった気がするので、これにしてみようと思います。どうだろう、合わせて聞いたら。いい感じな気がする。これで感覚的に音量を聞きながら調整してみます。結
結構この数字で調整するとこの数にとらわれちゃうというか、切りのいいのにしがちになっちゃったりするので、このフェーダーで自分の耳で聞きながら気持ちいいところで決めるのがすごくやりやすくて感覚的にできるのが好きです。こんな感じかな。こんな感じでピアノを録音してみました。ということでここまでで、一通りトラックができたので、ここで歌のレコーディングをしてみようと思います。というわけでここにコンデンサーマイクとリフレクションフィルターを、セッティングしてマイクをアポロツインに挿してます。入力してます。アポロのこのコンソール画面で、プラグインを何個か挿して掛け取りをします。まずこれかな。これユニゾンという機能を使ってマイクプリ 610B を挿しています。マイクプリも、610B 使うことが結構多いですけど、曲によっていろいろ差し替えてみたりして実際に歌いながら気持ちいい、この曲に合ってるな、この曲で撮りたいなと思う声になるのを、選びながら設定します。それとあとここでは薄くかけるだけなんですけど、1176コンプも掛け取りします。わーって声出した時に結構ピークがついてダメだったってことが多いので、コンプも軽くかけます。これもこう設定よく分かんなくて、とりあえず10時10分にしとけばいいよっていうのを聞いたのでいつも10時10分に設定して掛け取りをします。あとレコーディングはしないんですけど、この気持ちよくモニターをするためにこっちのセンドの方でリバーブをかけてます。お気に入りはこのリアルバーブプロで、これも結構プリセットで選んじゃうことが多いんですけど、今回このナイスボーカル2の方でこれをこのモニターに返して気持ちよく歌えるようにセッティングをしてます。こんな感じで早速歌ってみようと思います。というわけで歌う前にここで声を出しながらこうアポロツインをノブを回しながらマイクプリのこのレベルをはははは一人泣きじゃくって調整します。これも歌いやすいようにこうモニターで気持ちよく歌えるなっていうようにこう感覚でこうマイクの方を向きながらこの手だけで画面を見ずに調整できるのですごいいつもお気に入りです。はあはあはあ一人泣きじゃくって崩れたメイクじゃあこれで撮ってみようと思います。はい、というわけでレコーディングをしてみました。でプリアンプとコンプを掛け取りしたんですけど、この上からもう一回ちょっとエフェクトをかけたりします。
ディレイはモニターに返してただけなので、これじゃないや、撮った後にもう一度かけます。これでも同じ感じかな。オケとのバランスを見ながら再生しながら。リバーブかけます。あと EQ だったり EQ で処理をしたり、あとディレイをかけたりして、あとコンプもかけ取りの時は薄くかけてる感じなので、もう一回こっちでも挿して。はい、こっちでも挿してます。こんな感じで処理をしてボーカルトラックの完成です。というわけでここまでで、トラックを作って歌を取ってというところまでやったので、ここからちょっと仕上げをしたいと思います。トラックが揃ったので、ここで全体のバランスを取っていきます。これもミキサー画面を開くと LX のフェーダーとリンクがしているので、これで再生をしながら。バランスが整ったら最後にこのこのマスターのところにリミッターをかけます。いつもこれをかければ間違いないという感じで、このプレシジョンリミターを最後にかけます。オンにして。これをかけるだけで一気に音もまとまるし、前に出てくるし、バーッと作っていっても、これを最後にかけるとなんとなくもう人に聴かせられるかなみたいな感じでかっこよく仕上げてくれるので、とても助けられています。これも結構プリセットをこうポチポチしながら。いいな、気持ちいいなと思う音になるように選びます。というわけでこんな感じで仕上げをしてトラックの完成です。はい、というわけでいつもこうやってアポロツインと LX49 プラスを使って、手軽に、そして